今日は芋きんとんを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は芋きんとんを作りたいと思います。はい、ということで今回は栗きんとんの栗なしの芋きんとんを作っていきたいと思います。こちらの芋きんとんはさつまいものみで作るのでとても手軽に作ることができます。そしてこの芋きんとんをラップを使って簡単に茶巾風に仕上げていきたいと思います。材料が手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、お砂糖、みりん、くちなしの実、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。まずさつまいもなんですが、品種は金時芋を使っていきます。金時芋はホクホクっとした食感で甘みも強いのでおすすめです。あとはね、甘みの強い紅あずまなどもおすすめです。こちらの品種に関しましてはお好みのものを使用してください。そして今回入れるのがくちなしの実ですね。黄色くね、色付けるものになります。で、今の時期になるとスーパーとかにも売ってたりするんですが、今回私はね、富沢商店さんで購入しました。こちらもね、ネットとかで買えると思うので、ぜひチェックしてみてください。あと、このくちなしの実を入れるときに、こちら、お茶パックの袋も用意しておいてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず、さつまいもから切っていきます。さつまいもの両端を切り落としてください。さつまいもは生で切るときはすごくね、硬いので、手を怪我しないようにだけ注意してください。そうしましたら、こちらをですね、だいたい2センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、このように切ります。ここでポイントなんですが、ちょっとこのお芋は細いんですが、皮は厚めに剥くようにしてください。見ていただくとわかるかな？内側にね、ちょっと線があるのわかりますかね？この辺りまで皮を剥くようにしてください。そうすることでとてもね、滑らかな仕上がりになります。では、皮を剥いていきます。で、皮を剥く時も手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。はい、こんな感じです。で、皮の厚みはこのぐらいですね。このぐらいを目安に切ってください。さつまいもは変色しやすいので、切ったらすぐにお水に浸してください。ではね、残りも同じようにね、皮を剥いていきたいと思います。はい、全部剥き終わりました。そうしましたらこのままだいたい5分ほどアク抜きしてください。あんまりね、水に浸しすぎるとさつまいもの風味もなくなってしまうので、長くても10分ぐらいにしてください。はい、続いてくちなしの実です。くちなしの実はですね、実を潰して使っていきます。包丁の腹を使って、そして潰します。手を怪我しないように注意してください。はい、だいたいこのぐらいで OK です。そしたらですね、先ほど材料説明でもご紹介したこちらお茶パックですね。この中に入れていきます。はい、で入れたらね、きちんと口を閉じてください。はい、くちなしの実の準備はこれで OK です。はい、5分経ちました。そしたら一度こちらは水を切ってください。で、水を切ったらですね、このさつまいもを鍋に入れます。はい、そしてですね、ここにさつまいもがしっかり浸るぐらいまでお水を入れてください。お水を入れました。だいたいね、500ml から 600ml ぐらい入れていただくといいかなと思います。そしたらここにくちなしの実ですね。これを入れます。軽く混ぜましょう。で、入れるとね、もうすでにね、黄色い色味が出てきます。これで一度ね、慣らします。はい、OK です。それでは今からこちらを火にかけていきます。ではね、ガスコンロにセットして火にかけます。火加減は中火です。まずこちらを沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減は弱火にしてください。そしてこの上にですね、落とし蓋をします。今回は手軽にクッキングシートで作りました。ではこれを置きます。よいしょ。このぐらいのクツクツ加減をキープしながら、さつまいもが柔らかくなるまでだいたい10分から15分煮ていきます。煮る時間は様子を見ながら調整してください。はい、15分経ちました。そしたら一度火を止めてください。そして落とし蓋を取り外します。
こんな感じでね、かなり黄色みが出てます。そしてね、こちら口なしの実も取ってください。そうしましたらこちらざるにあけます。はい、このようにとても綺麗な色になりました。こちらの煮汁なんですが、最後ね硬さを調整するのに使うので少しだけ取っておいてください。そしたらですね、こちらのさつまいもを裏ごししていきます。先ほど使った鍋を下に置いてください。このままね裏ごししていきます。裏ごしするのでできるだけね柔らかくなるまでしっかりと茹でてください。量が多くてやりにくい時は少しずつこしてください。これもこしにくいので少し取ります。裏ごししていきます。でこの裏ごしはですね、必ずさつまいもが温かいうちに行うようにしてください。はい、裏ごしが終わりました。ここにみりん、そしてお砂糖、あとは塩を加えます。この塩を入れていただくと甘みが引き立って美味しくなります。そしたらですね、こちら一度ね火にかける前に混ぜましょう。はい、混ぜました。先ほど取っておいたこちら茹で汁ですね、これを少し入れます。そうするとね、より色も鮮やかになります。まず大さじ1、大さじ2ですね。だいたい大さじ1杯から2杯ほど入れてみてください。そして混ぜます。はい、このように混ぜました。今ねこんな感じの状態です。先ほどねちょっとこした時に残ったつぶつぶが気になったのでハンドブレンダーで攪拌しました。そうするとね、よりこのような滑らかな仕上がりになります。ゴロゴロっとした食感を残したい場合はそのままやっていただいても大丈夫ですし、滑らかにしたい場合は今回私がやったみたいにハンドブレンダーなどを使っていただくといいかなと思います。ではね、こちら最後火にかけていきます。それではこちら火にかけます。火加減弱めの中火です。これでだいたいですね 2,3 分ですね火入れしていきます。この時ね焦がさないように注意してください。弱めの中火から弱火ぐらいで火加減を調整しながら火入れしましょう。はい、 OK です。今ねだいたい3分ちょっと火入れしました。そしたら火を止めます。このようにとても滑らかでさらにねツヤが出た仕上がりになってます。ではねこちら一旦このまま粗熱を取ります。粗熱を取る時なんですが、表面が乾燥しないように上にねふわっとキッチンペーパーをかぶせておいてください。はい、芋きんとんが冷めました。こんな感じになってます。冷めるとですね、このようにしっとりとした食感に仕上がります。ではね、最後こちら茶巾包みにしていきます。はい、それではね、ラップを使って茶巾包みにしていきます。まずね、まな板にラップを広げて、そしてお好みの大きさ分だけラップの上に乗せます。あとは簡単です。これをキューッとね、口を縛って、一度ね、形を整えます。はい、あとはね、上の部分をねじります。このようにねじったら軽くね形を整えて、そしてラップを外します。はい、そうするとねこんな感じで模様がつきます。ラップでもねこのように簡単にできるのでぜひねやってみてください。では残りも同じように作っていきます。はい、これで芋きんとんの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにツヤも出てとても滑らかな仕上がりになりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。もうすっごく滑らかですね。そしてこのみりんの甘さと、あとは少し入れた塩がアクセントになってすごく美味しいです。そしてね甘さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の芋きんとんのポイントです。まずですね、さつまいもの品種なんですが、今回は金時芋を使いました。金時芋はですね、ホクホクっとした食感と、あと甘みも強いので、こういったきんとんを作る時にすごくおすすめです。あとおすすめとしては紅あずまですね。こちらは甘みの強いさつまいもになります。そしてあとは安納芋ですね。こちらもですね、甘みも強くてかつしっとりとしているので、芋きんとんを作るのにすごくおすすめです。そして
してさつまいもなんですが、さつまいもの皮は必ず厚めに剥くようにしてください。皮の付近は筋があるので食べてる時に口に残ってしまいますので、厚めに剥いてその後はすぐ水にさらしてください。さつまいもはですね、切ると変色しやすくなるので必ず水に浸すようにしてください。そしてその後ですね、5分ほど水にさらして口なしの実と一緒に煮てください。そうすることで色合いが鮮やかになります。もし口なしの実が手に入らない場合は口なしの実なしで作っていただいても味は美味しく召し上がっていただけます。さつまいもの茹で時間なんですが、沸騰したら落とし蓋をしてその後15分ほど煮てください。この煮る時間に関しましてはさつまいもの品種とか、あとは切る厚みとか大きさによっても変わってくるので、こちらの時間は目安にしてみてください。竹串がねスーッと通って柔らかくなれば OK です。その後ですね、ざるにあけるんですけれども、開けた時に出た茹で汁は少し取っておいてください。こちらの茹で汁はですね、硬さを調整するのと、あとはねこの出た色味を使ってさらに色鮮やかにしていきます。そしてその後ですね、火入れする時は手早く混ぜて火入れするようにしてください。出来たての時はね少しとろっとしてるんですけれども、冷ますと硬くなるのでそのとろみ具合は心配しなくて大丈夫かなと思います。動画の硬さを目安に作ってみてください。そして今回茶巾のやり方をご紹介したんですが、このように茶巾風にする時はしっかり冷ましてからラップでくるんで作ってみてください。そしてこのね芋きんとんの甘さに関しましてはさつまいもの種類でも変わってくると思うので、お好みで調整して作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は芋きんとんを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。